不動産屋さんの怪談です。これは以前にも登場した霊媒師内藤さんの体験談です。今から14年ほど前、当時札幌市にお住まいの内藤さんが霊媒師をしながら保険会社にお勤めをしていた時の話だそうです。ある日、内藤さんは会社の先輩の紹介でとある女性と会うことになりました。その方はとてもきれいな方で、その先輩の元の奥さんだったそうで、相談に乗ってあげてくれということでした。早速その方、仮に香織さんとしておきますが、お話を伺うこととなりました。香織さんは離婚後一人になってからかなり経つそうです。ある日のこと、香織さんは親戚から亡き祖母の遺品の油絵を預かることになりました。その絵には15歳か16歳ぐらいの少女が描かれていたのですが、祖母の若い頃の肖像画ではなく、どこの誰なのかもわからないということでした。それは豪華な額縁の中の凛とした感じの少女の絵だったそうです。親戚は香織さんに預けるという形で手放したがっていたそうで、香織さんは内心ありがた迷惑でした。結局しぶしぶその少女の油絵を家に持ち帰ったのですが、香織さんの家にはとても似合わなかったので、どこに飾るか困ったそうです。でも祖母が亡くなったばかりだったので、とりあえず居間に飾ってみました。ところがそこに少女の絵があると、常に誰かに見られているような感覚に襲われました。また香織さんが仕事から帰って居間に入ると、重い空気に襲われたそうで、仕方なくその肖像画を今度は玄関に飾ってみました。すると今度は玄関の廊下に誰かが立っているような気がしてきたそうです。そして廊下の電気が勝手についたり、廊下のトイレに入っていると、誰かがその廊下を歩く足音が聞こえてきたということでした。さすがに香織さんは気味が悪くなり、その肖像画を包装して寝室の奥のクローゼットにしまったそうです。ところがそれから少し経ってからです。健康だった香織さんが急に体調不良を起こすようになり、顔面の痙攣が始まりました。はじめは疲れやストレスからだと思っていたのですが、途切れ途切れだった痙攣がだんだん長く継続して起こるようになりました。もちろん病院で検査も受けましたが、原因不明だったそうです。香織さんはあらゆる方面の人に相談しましたが、埒が明かず、ついに別れた夫から以前霊媒師の内藤さんのことを聞いていたので、藁をもつかむ気持ちで紹介してもらったということでした。そこまでの話を聞いて、内藤さんはその肖像画はただものではなさそうだと思いました。ですから香織さんに気をつけて、その油絵を持ってきてくださいと頼んだそうです。それから10日ほど経ち、香織さんは少女の油絵を内藤さんに渡しましたが、この10日間でもいろんな怪異に見舞われたということでした。内藤さんは早速香織さんを除霊し、その後のことをいろいろ指導して別れたそうです。さてその日から内藤さんはその少女の油絵と暮らすことになりました。まず包みを開けて中を確認したそうです。それは蓮に構えた少女が描かれており、香織さんが言う通り、凛とした感じのする肖像画でした。この絵に込められたものは何なのか。内藤さんは自分の部屋にその絵画を運び、仏壇のそばに置いて保管したそうです。そして子供たちには決して自分の部屋には入らないようにと固く言い聞かせました。まずは何もせずに現象を探るため、そのまま放置したそうです。すると3日ぐらい経った時でした。誰もいない内藤さんの部屋から話し声が聞こえたり、部屋の中を歩き回る足音が聞こえてきました。霊媒師の内藤さんは、ああ、なるほど、とある程度目処をつけ、供養の準備に入ったそうです。そして内藤さんは早速少女の油絵と対面しました。
まず供養としてお経を唱えることから始めたそうです。一通りのお経を肖像画に向けて唱え終えると、内藤さんは絵の少女に向かって話しかけてみました。あなたは誰ですか？あなたは何を訴えたかったの？と問いかけました。しばらく黙って様子を伺っていましたが、何の反応もありませんでした。そこで同じことを次の日も、その次の次の日も繰り返してみたそうですが、一向に反応がありませんでした。そして我慢強く内藤さんは同じことを繰り返し、ちょうど5日目の夜のことでした。内藤さんが寝ていると、突然金縛りに遭いました。すぐに肖像画に込められた霊の仕業と分かったそうです。金縛りに慣れている内藤さんは、ああ、そういう形で表現するのね、と絵の中の霊を軽く捉えていました。そして内藤さんは、ではどうぞ、とその霊を招き入れたそうです。ところがそれが大間違いでした。次の瞬間、見たこともない老婆が内藤さんの体の上に馬乗りになっていたのです。内藤さんは、しまった、甘く見すぎた、と思ったそうです。その老婆は長いまばらな白髪を振り乱し、わーわーわーと言葉にならない何かを叫び、内藤さんの首に手をかけてきたのです。内藤さんはこのままではやられると思い、お経を唱えながら必死にその老婆の手をつかんで自分の首から離そうとしました。もちろん実際は金縛りで体は動かせないので、お経とともにイメージで背中を浮かし、老婆の手を外そうと戦っていたんだそうです。どれくらいの時間戦っていたのかわからないそうで、しばらくするとやっと老婆が消え、金縛りからも解放されていました。内藤さんはすぐに飛び起き、鏡に自分の姿を映すと、内藤さんの首にくっきりと手の跡が残っていたそうです。そして内藤さんは分かりました。これは何かしらの恨みの絵だと感じたのです。その恨みの正体を探るには、老婆が叫んでいたことを言葉に変えるしかないと思いました。供養では呼び起こせない霊で、夜に寝ている最中でしか接触できないと悟った内藤さんは、自分の生命と肉体をしっかり保ち、全身で霊と毎晩のように戦い続けたそうです。そして1ヶ月が経つ頃には、さすがの子供たちも内藤さんの首の周りのあざを心配し、職場にはあざが隠れる服装をしていくしかありませんでした。そしてついに内藤さんは白髪の老婆の言葉を理解することができました。その老婆の霊は描かれていた少女その人ではなかったのです。その少女の絵を誰かに描かせた張本人だったのです。その張本人の老婆が絵に宿っていたのです。そして老婆は内藤さんにこんなことを伝えたそうです。実はその老婆は今回の依頼者、香織さんの祖母だったのです。香織さんの祖母が祖父と結婚した頃、祖母は心から祖父を愛し信じていたそうです。ところが祖父には結婚前から愛した女性がいたことが分かったのです。そして祖父は祖母に、お家のために家柄の釣り合いが取れた君と結婚したが、自分が愛した人はその女性だけだ、君ではない、と衝撃の告白をされたそうです。祖父を信じていた祖母は怒りと憎しみの中、ある決断をしました。それはその祖父が愛した女性を見つけ出して、彼女の肖像画を描かせ、その女性を含めて祖父を死ぬまで愛すと誓ったそうです。この肖像画の少女は祖母の恋敵で、祖母の怨念が詰まった絵だったのです。言葉では恋敵の女性を含めて夫を愛すとありますが、
それはあの時代の女性のプライドであって、本心は恨みの念でいっぱいだったと思います。ですから恋敵の肖像画には憎しみでいっぱいの祖母の霊が宿っていたのです。内藤さんは今回の依頼者の香織さんに、あなた方の家系ではこのようなことは繰り返さないように、そして祖母と祖父のお骨を分骨してくださいと伝えたそうです。その後丁重に少女の絵は内藤さんが修行したお寺でお焚き上げし、浄化供養したということでした。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。